山栗の蜂蜜です。大阪自体あっさりした蜂蜜を使ってて、でこのコクのある山栗の蜂蜜を使うと味が変化してまた2倍楽しめる。コーティングするときにバターだったり植物油を使うところが多いんですけど、うちはもともと伝統的な蜂の巣からできている蜜蝋を使って作業しています。グリオットチェリーとラズベリーのジュレが入ってます。ピスタチオペーストも2種類入ってます。産地はどちら使われてるんですか？イタリア産とあとイラン産ですね。フランボワーズのケーキなので赤い実をイメージした形になってます。
クリームとはいホワイトクローバーの蜂の巣はどういったハーモニーになるんですか？ホワイトクローバー自体が乳製品と相性がいいので、カスタードと生クリームに相性のいい蜂蜜でホワイトクローバーにしてます。蜂の巣のカルダなんて贅沢ですよね。そうですね、他のお店ではなかなかできないことだと思います。プリン自体のベースの方は、ブルガリア産アカシアの蜂蜜使ってまして、上のこのソースの方がキャラメルと珍しいキャロブの蜂蜜というものを使ってます。
ごい仕事してるイメージあります。そうなんですか。自分にストイックなんですかね。そうかもしれないです。なんか休みの日も私のことやっているイメージあります。優しいですか、普段は。普段はすごいキリストもあり、なんかちゃんと優しくも接してくれる方です。だそうです。一ノ瀬さんって普段どんな方なんですか。ここだけの話。ここだけの話、もうすごい細かいところまで視野が広くて見ていてくださって、すごいシェフだなって思います。あとうさちゃん飼ってるのが可愛いです。飼ってるんですか。噂によるとなんかストイックっていう風に伺ってたんで。本当にストイックなイメージだったので、うさぎ飼ってるって聞いた時にお茶目ポイントって思ってびっくりしました。そうです。うさぎ飼ってます。色合いとフォルムが芋っぽかったんでいい名そこ前ですね。からポテトにしてみました。昨日やりますか。これ作っちゃって。あ、それこの蜂蜜は何ですか。でクリスマスブッシュになります。とても濃厚な蜂蜜でキャラメルのような味わいでして、バニラだったりシナモン、ショコラなどと相性が良い蜂蜜となっております。僕の一番好きな蜂蜜です。カロリーとかも砂糖と比べて 80% ぐらいなので罪悪感もなく食べれるケーキになってます。カスタードはしっかり沸騰させて炊いた濃厚なクリームで、アングレーズの方は大体80度ぐらいまで上げて、沸騰させずに滑らかなクリーム状のソースのことです。カカオ100%で買ってるのですごい香り高いですね。そうですね。香りも味もすごい強いチョコになっています。このチョコはクリスマスブッシュの蜂蜜とすごい相性がいいので合わせています。粗いところと細かいところある混ざるように。ブレンダーをかけて乳化をしっかりしたものにしてます。温度を調整しているので、その温度になるまで混ぜてます。で、一気に冷やしすぎると固まってきちゃうので、ちょっとずつ
キャラメリゼしたバナナを入れたキャラメルムースです。なんか少しシナモンの香りしますか？そうです。ほんのちょっと入れてます。少し大人っぽい味付けなんですかね。そうですね。今年はどちらかというと大人向きではあります。オートミールに蜂蜜をあえて焼き上げて、であとカシューナッツと合わせたチョコのクランチです。ザクザク系ですね。そうですね。ちょっとこっちもおやつ。普通のショートケーキはこのぐらいなんですけど、さらにもう一回塗ってます。
お店をオープンするにあたって一番苦労したことって何ですか？サブレを作るのが苦労しました。やっぱり砂糖は固形なのでサクサク感が出るんですけど、蜂蜜で作るとどうしても水分が入っているのでしっとりしたクッキーになっちゃうので、そこら辺を配合で調整するのがすごい苦労しました。花粉症の前に食べると花粉が軽減するとかっていう話もあります。プリンに泡が入らないようにするコツってありますか？この上に浮いてくる泡は本当に全て取るっていうのと、あとやっぱ細かな気泡がないと滑らかに固まらないので、もう粗い部分だけ取るっていうのがコツです。
はイタリア産の栗です。最高級ですね。そうですね。蜂蜜とかバター、バニラベースとかも入ってます。これは、名前がスケップモンブランにしてまして、スケップっていうのが西洋の蜂の巣なので、その形をイメージしてます。山栗の蜂蜜です。ミエラティの名前の由来お伺いしてもよろしいですか？ミエラティはフランス語で蜂蜜を意味するミエル、そして洋菓子職人を意味するパティシエ、こちらを合わせてミエラティとなっております。意味合いといたしましては、蜂蜜菓子職人を意味するような店名となっております。新商品とか考えるにあたって工夫されてるポイントってありますか？普通の一般的なお菓子と比べてやっぱり蜂蜜のみで使っているっていうところが特徴的なケーキですので、蜂蜜のそれぞれの味わいが個性が出やすいように素材の組み合わせだったり配合だったりを作るようにしております。製造メンバーが私含めて5人、販売メンバーの方が2名で運営しております。少人数ではやっているので、一人一人の実力が試されるところではあるなと思っております。今後皆さんでお店どのようにしていきたいとかってありますか？まだ知られてない方もいらっしゃるので、もっとより多くの人に召し上がっていただいて、でやっぱり砂糖不使用でやっているっていうところは本当に世界的にも初めてで、本当に唯一無二のブランドとなっておりますので、そこをしっかり伝えていきたいなと思っております。ありがとうございました。作る楽しみみたいなものを忘れずにやっていきたい。めちゃくちゃ美味しいです。シュークリームの皮を焼きます。うちのシュークリームカリカリのシュークリームじゃなくてふわっとしたシュークリーム、シュー皮で作ってるんですけど、焼き上がってるとふんわり焼けてる様子も見ていただけたらなと思います。これは抹茶のシュークリームの皮で生地に抹茶を練り込んで作ってます。
1日何個ぐらい作られるんですか？今日だと多分300個ぐらい、 300個ぐらい朝で、そこから売れ行きによって週の皮焼いてで詰めてっていう感じで、トータル1000個いくかいかないかみたいな感じかなと思います。ありがとう。栗のペーストが最低限のつなぎしか使ってなくて、結構生クリームで伸ばしてるとことかあるんですけど、結構栗のペーストが濃いんですよね。最低限しか使ってないから、だからめちゃくちゃ美味しいです
ードクリームが入ってます。はい、カスタードクリームだけだと重くなっちゃうので、生クリームも混ぜて軽くしてます。はーい。どうした？最後茶色がクマさんになって、白い方いちごの方がうさぎさんになります。
溶けて、低すぎると温度が低くて冷たすぎるとなんかゴテゴテっとした見た目になっちゃうので、適温で流してます。シビアで失敗したりするんです。いい感じで。いい感じです。開けて完成です。完成。これはキューロールって言ってカスタードと生クリームを合わせたクリームを絞って巻いています。ベリーティラミスをお欲しいです。品質的には問題がないんですけど、はい、見た目がダメだったものとかもったいなくて、当初従業員で食べてたんですけど、商品にしようってなってちょっとお安めで売ってます。もったいなくて、もったいないものが全部詰まってます。そうなんです。2万から2万5千個ぐらい月間で焼いてる一番人気の商品。
ショポテト焼きたてのがもう出ます。はい。お昼の前に朝早いんでそれだけああそうかカスタードいけますか？食べれます？はい。ぜひ。いらっしゃいませ。
今入らなくて冷蔵庫でも大丈夫。いらっしゃいませ。は今パイシューっていうお菓子を作ってて、グーって膨らんで上の方がテラテラキャラメリゼされて、中にカスタードのクリームを詰めるんですけど、すごいサクサクして中トロトロしてめちゃくちゃ美味しいです。これの帯取りってしたことないね。いけるかせます。ここら辺。これを広げます。はい。こんな感じ。特に人気のスイーツだったりとか、はいおすすめこのお店に来たら絶対買ってほしいものとかってありますか？はい。まず一番最初に食べていただきたいと思うのは、シュークリームです。で、まあシュークリームってもともとクリーム自体が、まあ、クレームパティシエールって、まあ、要は菓子職人のクリームというものですけれども、それがやっぱり僕はそのお菓子の基本であり原点であるような気がするんです。でそれをいつも作りながらですけど、果たしてこれでいいのかっていつも思いながら、で少しずつ変えていきながら、クリームを作って、できるだけ朝
焼いたふんわりとしっとりと香ばしくっていうこの3つを大事に焼こうとしてて、だからお子様も食べれるしお年寄りの方も美味しく食べれるようなシュークリームを目指して作ってます。スタッフさん同士がすごいチームワークがいいなって感じたんですけど、チームワークは非常に大事です、お菓子作る上で。もちろんチームワーク以上に材料を作られるところからもそうだと思うんですけれども、やっぱりその材料が入って、でこちらでそれをチームとして加工というかお菓子作りをするわけですけど、生地を焼く人もいれば、それを準備する人もいれば仕上げる人もいれば、さまざまセクションに分かれて、一つのものをできるだけ朝間に合うように作ってますので、そのチームワークが欠けるとお客さんに喜んでもらうような商品もできないし、スピードも上がらないから鮮度も落ちて美味しくなくなっていくというのもあるので、みんな何よりもチームワークを大事に考えながらやってるんじゃないかなと思ってます。これからフランドールさんとして挑戦したいこととか夢とかってありますか？お客さんもそうだと思うんだけど、出会った人としっかり関わっていきながら、それは理念でもありますけれども、幸せを一緒に作っていこうとすることが、漠然とした大きい夢なんですけど、それにおいていろんな商品がこれからも生まれて、お客さんが幸せを感じてくれることを実感しながら仕事をしていきたいというビジョンもあります。素晴らしい、ありがとうございます。お願いします。しますね。
ます。昨日休みだったんで、外で食べることになって。おお、いいですよ。行ったんですか？散々悩んでどうでもいい。何がしたいんだ。面白い。でもそのなんかはま寿司はあれなんですよ。なんかサイドメニューが豊富な気がします。青くは気になって他にはない。たまに行きますね。いいんだよ。のぐろ食べました。あるんだ。そことあとじゃあ吉田さん。試したらいい。
の店でお世話になったんですよ。バイトしてた喫茶店のママさんが話をしてくれて、次に7年ぐらいで、その後フランスに行って戻ってきて東京で、そうですね、オープンした当初はカップケーキ屋さんだったんですよ。なんですけど、先代がこれダメだと思って、厚木の時ロールケーキがすごい売れてたので、それで実績があるのでロールに切り替えたんですよね。なるほどな。最初はバニラとバニラチョコの2種類だったんですけど、意外と手間がかかっているので、もうちょっと生産性を上げたいっていうので、3種類目に作ったのがカラメルのロールなんですよ。本当のセレクションがあるの。1600。あ、いいのか。お土産にしたい、ギフトにしたいので、そうですね、冷蔵にしちゃうと使いづらいので。バタークリームだと日持ちするっていう。そうですね、日持ちしますし、25度以下でしたら特に、はい、気にせず、はい、持ち歩けますね。よいしょ。濃すぎるかな。
れオムレツト用ですね。これで種が。やばい。これは生クリームとサワークリームと砂糖とバターですね。
そうですね。いらっしゃいませ。一緒にしてお送りしたいってことですね。一緒で行きます。大丈夫です。優しいです。なんかこんないい人いるのかなってぐらいいい人です。いただきやすいし、やっぱなんかお菓子にも人柄が現れてるっていうか。はい、そうですね。いろいろやってなんかやっていちじくと、いちじくジャージ、シャイン、カシス、ライチとか。
こういうのって何ですか？あ、ずんだですね。あんともっと細かいのは枝豆そのものです。意外と学校と塾さんお休みあるんですか？そうですね。なくはない。ないじゃないですか。なくはないです。よもぎ、よもぎ。ありがとうございます。忘れ物がない。はい。うまくいっていろいろできればなんかしょっぱいものもやりたいなとは思いますけど。